皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今日はスペシャルインタビューをしたいと思います。インタビューさせてもらうのは私の友達でドイツ人のカリーナさんです。カリーナさんはなんと JLPT1 級を持っています。カリーナさんがどうやって日本語の勉強を始めたのか、そしてどうやって JLPT1 級を取ったのかについてお話を聞かせてもらいたいと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今日はなんとスペシャルゲストを呼んでいます。日本語がとっても上手なドイツ人で、そして私の一番の友達カリーナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、まずカリーナさん自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、カリーナです。ドイツ人です。で、日本語についてなんですけど、メーヘン大学で日本学を勉強しました。授業では日本語だけではなくて、日本の文化、文学、歴史などについても勉強しました。でも、やっぱり一番楽しかったのは日本語でした。はい。で、そうですね。で、入学したのは、随分前ですね。2007年でした。ですから、それから、日本語を勉強した時間は、ちょっと長くなったんですね。で、大学から卒業した後、日本語を教える機会もありました。育児休業を取っていた先生の代行をして、3セメスターにわたって日本語を教えました。それは超楽しかったです。そうなんですね。日本語の先生もしてたんですね。そうですね。すごい。じゃあ日本語は大学から始められたんですね。はい。じゃあまず早速なんですけど、1個目の質問で、どうして日本語を始めましたか？日本語を始めるきっかけについてお話しください。はい。そうですね。日本語を勉強したいという気持ちになったきっかけは、多分、空手でした。空手。そうですね。13歳の時、空手を始めました。稽古でいろいろ日本語の言葉が使われていますね。例えば、日本語で数えるとか、技の名前とか全部日本語です。でも、その数少ない言葉だけではなく、ちゃんと日本語を勉強したい、話したいっていう気持ちがそこから発生してきたと思います。そして、やっぱり漢字が魅力がありました。漢字かっこいいよね。そうですね。なんかいつも漢字を見たとき、分かりたいな、読みたいなという気持ちがありました。なんか読めるようになりたかったんですが、なるほど。でもなんかあの時は漢字がどれだけ大変なのかはまだ全然わからなかったんですね。そうだね。すごく覚えるのに苦労したと思います。結構大変ですね。そうね。今日はね、後で漢字をどうやって覚えたかについても聞きたいと思いますので、お願いしますね。はい。そっか、最初は空手だったんですね。はい。そこから、大学生になって日本語を始めたんですね。ありがとうございます。しかも、日本語を始めて、たくさん勉強して、で、最終的に JLPT の1級を取ったんですよね。本当にすごい。いやいや。
本当にすごい。で、私の聞く日本語のリスナーの皆さんも、きっと JLPT にチャレンジしている人が多いと思います。で、皆さんがですね。目指している最終的なゴールはもちろん一級だと思うので、ぜひカリーナさんのその一級を取った時の話を聞かせていただきたいと思います。はい。で、JLPT 一級を取った時の効果があった時の勉強方法についてまず話してもらってもいいですか？はい。はい。もちろんです。実は JLPT-N1 の試験は2回も落ちました。あ3回目の方が合格でしたけど。ーでも、まあ、結構大変ですね。で、いろいろ、まあ、勉強して、でも、やっぱり、一番、合格できるために一番大切なのは、やっぱり、読む力だと思います。読む力なんだ。そうですね。JLPT は、いろんな部分からできていますね。よく覚えてないんですけど、ちょっと数分前の話なんですけど、なんか文法の部分があって、読解の部分もあって、そしてリスニングもあるんですけど、でもやっぱり、なんかいつも選択があるんですけど、選択できるための文章がだんだん長くなってきます。で、まあ、なんか試験を取るときに、なんかいつも思ったより読むことが時間がかかります。で、時間がかかりすぎたら、それともちょっとなんかあんまり理解できなかったら、ダメですね。そっだかか。ら私が思うのはやっぱり試験の前にたくさん読んだ方がいいです。読むのってその何語を勉強するのにも一番大切なスキルの一つですよね。そうですね。まずそ多分、して、どうぞどうぞ。なんかやっぱり日本語は別の文字で書かれているので、それを早く読めるになるのは結構時間がかかりますね。そうですね。早く読むようになるためにどういうふうに勉強しましたか？具体的に。そうですね。まあ、たくさん漢字を勉強してやっぱり漢字ね。そして、なんか早く読みたかったら、なんかそのテクストの漢字に集中したらちょっとだけ早くなります。そして読むときに大体頭の中に発音が事前に考えてるんですよね。でもし漢字の発音がわからなかったら止まってしまうんですよね。で、何でしたっけと不安になるんですよね。で、それをちょっとそれはどうでもいいですから理解できたらそれでいいですから、だから意味だけに集中した方がいいです。なるほど。じゃあ分からない漢字が出てきたらどうするんですか？まあ、とりあえず無視してまあ、コンテキストから何についてなのかを理解できたらそれでいいです。なるほど。でもしダメだったら次の文章何とか分かったらそれでもいいかもしれないですね。それでもダメだったらやっぱり難しいですね。なるほど。そっか。じゃあ読む練習の中には漢字の勉強も含まれるっていうことなんですね。はい。はい。それが漢字がスムーズに分かれば読解もスムーズにできるっていうのがポイント。そうですね。なるほど。
じゃあやっぱり漢字は避けて通ることができないですね。そうだね。残どうしても念ながら。勉強がいるよね。はい。